とても執着が強い方かな。あなたのことを愛してるし、あなたと気づくね、幸せも愛しているんだけれども、このタイの山に天オブソーズが来てるけど、ちょっと強引な方かもしれないよね。とてもパワフルな方。父親が権威主義的だったかもしれないよね。しかし母親がこの方を守らなかった。あなたに奇妙な期待をしてる。あなたを独占したい。あなたを自分のものにしたい。あなたの欲求を無視してでも自分のところに、自分の思いを優先して自分の思う形で自分のところに留めたいっていうメッセージがすごく伝わってくる。それでやっぱり破綻しちゃうんだよね。大の山にあなたが逃げ出すというカードが出てる。あなたの中にね、菩薩性を見出してるよ。とてもね、神聖化してる部分がある。ちょっと変かもしれないよね。あなたを束縛しいじめることと同時にあなたを菩薩のような存在として神聖化していること、そのアンバランスさの中でこの方は妙な活力を得てる。ひょっとすれば神聖な存在を貶めることに無意識に快感を得てるかもしれないね。もうとにかくあなたの全てを牛耳っていたいっていう思いがすごく伝わってくる。せっかくの愛の情熱、愛するっていう気持ちもやっぱり独断と偏見に満ちすぎてるんだよね。この方はね、生み出す力のある、物質的に生み出す力のあるとてもパワフルな人だけど、やっぱり魂の成長でうまくいってない部分がある方だと思うよ。愛のあり方としてはとても子供っぽい方かもしれない。なんていうかな、ある意味よいしょよいしょされるような形であなたは封じ込められてしまっているかもしれないよね。本来もっと自由に愛を楽しみたい人なんだけど、この方といると全てを封じ込められて、ある意味お人形さんのように愛されてしまう。そのことがあなたにとって非常にダメージ。もう辛くてしょうがないんだと。あなたはね、この方のやっぱり支配下の中でちょっと陰性のご自身のストーリーを編み上げてしまってるよっていうメッセージが来る。ただずっとそこにいる必要はないんだよって。自分の心の声を聞いてね、自分の本当の気持ちに従いなさいって。
ちょっと姑息な形でもいいから逃げ出した方がいいよって、出ている。この方はこの方が背負っているカルマを解消できずにいる。その業払いの過程にあなたが巻き込まれる必要はないよっていうメッセージが来る。この方の愛は確かに愛なんだと思うけど、ひょっとすればね、とても強い方だと思うよ。社会的にも立派な方かもしれないけど、やっぱりね、魂が未熟なんだよね。で、本人は気づいてない。自分がなぜこういう愛し方をしてしまうのか、自分の大切な人をなぜ苦しめてしまうのか、本当に大切にしなくちゃいけない、最も大切にしなくちゃいけない人の幸せをなぜ奪ってしまうのか、全然気づいてない。俺は幸せだってメッセージが来る。この方のもとでね、耐えることの美学、美意識みたいなものをひょっとしたら織り上げてしまったかもしれないけれど、それは違うよって、我慢することはないんだよって。近未来のあなたは一歩踏み出すかもしれないよね。この方の本性っていうのはね、独断と偏見に満ちた愛の亡者。もうあなたを自分が愛したいように愛したいだけ、崇めたいように崇めたいだけ。あなたの女性性、母性を崇める、菩薩のように崇めてる部分もある。だけれども逆にあなたを自分の支配下に置いて自分のいいように愛したいという気持ち、なんかそのジレンマの中でこの方自身も気づかないような不当な満足感をね、あなたから得続けてるよって。だからあなたはこの方といるとくたくたに疲れる。エネルギーを吸い取られる。とてもね、執着する、執念深いっていうメッセージが来るからね、あなたがいなくなると追ってくる可能性はあるね。だからこそーっと逃げた方がいいかもしれない。うまくフェードアウトした方がいいかもしれない。来世はね、畜生道に落ちるっていうメッセージが来る。畜生道って言ってもね、動物じゃない、昆虫に落ちるってね、メッセージ来るよ。今現時点でも動物的な人かもしれないしね。今度だけど虫さんレベルまでね落ちちゃうって。改心できりゃいいけどね、ただ全く気づいてないっていう、メッセージが来るから難しいかもしれない。生きたいように生きちゃうだろうね。生ききっちゃうだろう。アンマンの柱様だけれども、何かこのワンドとワンドで、やっぱりね、あなたを強く求めるっていうメッセージに聞こえるかな。やっぱりね、自分勝手にね、あなたを神聖視してるんだよね。あなたの嫌がることをするだろうけれども、同時にあなたを崇めてる部分もある。
うん。子供の頃親との折り合いが悪かったんだと思うけどね、解消しきれないまま大人になっちゃってて、でそれを自分の社会人としてね、自分の色眼鏡をかけて見る社会というかキャンパスに自分のカルマをね思いっきり投影している。だからそのことに本人が気づいてない。なんで俺はこんな行動をとってんだろう、何に突き動かされてこんな行動をとってんだ。あなたに対してもね2つの感情を持ってるっていうねメッセージが来るよ。もう独断と偏見に満ちた愛でしっかりとアンダーコントロールしたい。それであなたが苦しんでもいい、あなたの幸せを奪い取ってもいい。ただ一方あなたのことを菩薩のように崇め立ててるよってメッセージが来る。本当はもっとあなたとつながりたいのかもしれないよね、深いレベルで。だけどその仕方が分かんないのかもしれない。あなたも随分苦労したっていうのがね見えるよ、伝わってくる。そうだね。あなたはあなたのやるべきことをした。今は自分の人生にしっかりこう立ち返って、やっぱりこの方から離れるべきかな。来世あなたが人間界に戻ってきてさ、窓辺にホバリングするトンボを見つけたらこの方かもしれないね。それぐらいあなたにね会いたいって言ってるから。畜生道から一生懸命飛んであなたの元へやってくるかもしれないよ。けなげだね。まあけなげと取っていいのか、まあそれぐらいだけどね、あなたに執着するっていうねメッセージが来ます。あなたは自分自身の人生にしっかりと向き合ってご自身の心身高めていきましょう。新しい人生をねしっかりと歩むことで、この方の悪い想念をね弾き飛ばしてくださいね。まあだけど三角関係かな、もしくはあなたの幸せを奪うってことで言えば、ダークホースが現れたかだよね。でこの方非常に冷静によく考えてるっていうのがね伝わってくるね。で今どうしようか、妄想を膨らましてるセブン・オブ・カプス。このページのペンタクルスがあなたに感じるんだけど、この体の名号体だけれどもデビルが来てんだよね。やっぱりこの方に非常にとらわれてて、この大きいトライアングルの体でもエンペラーが待ってるからね。なんかこの方に結構操作されてるっていうのがね伝わってくるね。だからどっちとこうラバーズ、どっちを選ぼうかなんて、結構冷静に選んでるんじゃないかな。
なんかね、なんとなくこうロジカルな波動を感じる方かな。なんか正論であなたを全て解き伏せて、あなたの心の在りかを奪う方。一緒にいるとどんどんあなたは自分をなくしてしまう。翻弄されてしまう。徹底的にアーリマンタイプの人なんだろうね。物質界的な感覚に固執している方、霊性が閉ざされている方、さらにはあなたの霊的みずみずしさをもう枯渇させてしまうよってメッセージが来る。とにかくあなたのマウントを取る。よく見てるのよ、あなたのこと。あなたも冷静になって見ようとしてるけれども、この方の方がね、やっぱ上手だっていうのは伝わってくる。幸せを奪われてもなお、この方の術中から逃げられないよっていうのが出てる。だから悠長にあなたと恋敵をどっちを選ぼうかなんてこう匂わせてんじゃないの。それをなんか餌にザ・ラバーズがトップにデンってきてるけど、まあね、とてもよくあなたのことを見てるし考えてる方っていうのが出てるから、まあだけど今あなただけどやっぱりなんかこの囚われてるかもしれないね、この三角トライアングル三角関係に。リソースフルネスとハイヤーパワー。なんかこのハイヤーパワーね、このお相手さんのなんかものすごいパワーにあなたが圧倒されるって、だからそうとも読めるかもしれないけど、一番最初に飛び込んできたメッセージは、あなたの守護霊様があなたを心配してる。かな。ある意味この方の愛を勝ち取って一緒になるととても苦労するよってメッセージが来る。まあそれこそね、もう一緒になるとあなたをねモラハラするようなタイプの人だよ。まあね、私もね往々にしてね理屈っぽくなりがちなんだけど、やっぱ男と女の良さがあるじゃない、陰陽。やっぱり2曲あって初めてその調和が取れて、まあ良さが生まれる。まあ個人差あるけどね、女性はどっちかっていうとやっぱりそのエモーショナルで、男はやっぱりねこうロジカル理屈っぽくなっちゃう。でこれは私自身にも言ってることなんだけど、ただ自分も理屈っぽくなってるなって思ってるんだけど、やっぱ気づけるから、やっぱ女性的な感覚から得られるこう恩恵、インスピレーションみたいなもの、後から考えると、その時例えば怒っててもさ、後から考えるとやっぱりあいつの言う通りだったなとか確かにあいつが言うようにした方が確かに良かったなとかね、そういう気づきがあればいいんだけど、この方はちょっと頑固かもしれないね。一緒になるととても苦労するよとメッセージが来ます。この方のねこう行く末っていうのはね、地球でいうと鉱物のように、
鉱物のレベルだよね。そうだから来世は宇宙の暗黒パートに宇宙の自我真我を持ったか持たぬか、まあうつろな夢を見るような状態、そういう意味では植物のような状態だよね。エーテル体の夢を見てるような、そんなうつろな状態で宇宙の暗黒パートに半永久的に吸収合併されちゃうかな。それはね、緩やかな自害であり、半永久的に続く無味無臭の自食行為のような怖いことなんだけど、この方にとってはそこが居心地がいいかもしれない。根性の地を去ってさ、肉体という魂の器をね失ったら、この方はね、宇宙の暗黒パートに、還元されるかな。こんな悠長にどっちにしようかななんてさ、自分の今後のアバンチュールを画策してる場合じゃないんだよ本当は。だけど今のこの方の感覚だとやっぱりね、そんな来世をね望んでる。そういう感覚の人だから。だからその通りになるよ。肉体を失った時点でね、この方の望む通りの来世が待ってるね。ひょっとすれば今ね、あなたはこの方と一緒になることが幸せと感じてるかもしれないけど、そうじゃないかもしれないね。躍起になってるとさ、そうは思えないかもしれないけど、このラバースは、結構危険かもしれない。ドーン、フットスタンプ、足神様が来ました。ご破産っていうなんかメッセージが一番来るこの方とは、やっぱり一緒にならない方がいい、ないし別れた方がいいだろうね。よくこの方の手の内を見抜きなさいよって、この方の理屈、この社会ではそれは役に立つかもしれないけど、やっぱり生命体としてはね、この根性の地で生きる、今回一回きりでしょ、次回あったとしても今回と違うわけだから、やっぱり本当に豊かな実りのある生き方をするっていうことで考えると、やっぱりこの方の理屈では足らないよって、見抜きなさいって聞こえるね。あとやっぱ地に足をつけるっていうことで言えばね、やっぱりね、このお相手さんはね、地球の重力に縛られてる方だよね。肉体を失って宇宙に還元されても、やっぱりなんかこう鉱物的なエネルギーを感じるんだよね。だから宇宙の本当硬いところになんか本人の意識はうつろなんだろうけど、なんで俺こんなとこいるんだろうって。だからこう半死のような状態だよね。だからとても怖いことなんだけどね。なんかこの方のね物質性をなんか伝えてくるね。それでもだけどスプレッドのトップにねラバーズが来てるから、恋敵に打ち勝ってあなたが成就すると結構腐れになるかもしれないね。結
構腐れになるかもしれない。あなたは幸せを奪われてるのにね、まだそのことに気づけてないかもしれないよ。あれ、私どういう形でこの方に幸せを奪われてるんだろうって守護霊様心配してる。ねえ、もうそろそろこの方とのねリレーションシップから足を洗う時かもしれませんよ。いいかい？いやー、これはだけどすごいよね。あなたの幸せを奪った人だけど、あなた今もう夢見がちじゃないの？夢見てない？出来上がっちゃってるよ。だって3、10オブペンタクルス、10オブカップ、ワールドが来てる。まあ、あなたを示しているであろうクイーン・オブ・ソーズはまあ未来の方向を見てるから、なんとなくそこに力を感じるかな。あとはこのダイアナがあるからだよね、力。まあライオンって名付けてるけど。で、お相手さんが年下かもしれないよね。結構気まぐれなナルシストの方じゃないかな。で、ちょっと冷たい感じもするんだよね。だからひょっとすればあなたのことを格下に見てる。食物連鎖でいうと自分より下位の存在としてこの方あなた見てる。だから余裕であなたのことを観察してるよと。ジャッジメント、超然的な立ち位置からあなたを断罪できる立ち位置でね、あなたを観察してるよ。ひょっとすれば甘い愛でね、あなたをふやかしてさ、あなたをお花のようにこう育ててるような感覚であなたを見てるかもしれないね。幸せを奪い取られている、ないし奪い取られていたことにあなたが気づかなかった。とてもメロなナルシストな方っていうメッセージが強いから、一定以上は自分の領域に踏み込ませないんじゃない。だからいつもベールがかかっててつかめない、振り回されてしまう。人間力はあなたの方が強いのよ。このなんかセブンワンズもそう感じるけど、底力はあなたの方がある。ただこの方の愛のマジックにちょっと溺れてしまってるのかな。結構出来上がってるよっていう、スプレッドじゃないかなこれは。出てきたね。ドンドン。
いよいよ正体を表してきてBe Unstoppable と Desire。 いやー、だけどなんかこのトライアングルで見るとなんかあなたにかけられたなんか愛のマジックがなんか冷めないよっていうなんかメッセージに聞こえちゃうんだけど、いかんね。どうだろうかな。あなたがこの方の呪縛を破るとき、あなたの中に、この方に対する恨みの念っていうのがね芽生えたとき、この方はねもうそこを逃さずね飛びかかってくる。そこにあなたが気づかないうちはあなたを植物のようにねこうお花のように愛してるけれども、あなたがこの方に対する討伐の意識を持った時に、この方はあなたのそのネガティブなね想念っていうのをうまく利用するよと、キャッチして利用するよっていうメッセージが来る。なんて言うんだろうな、あなたは植物として受け入れていた、それまでは観葉植物、こうなんか鑑賞するための。だけどもあなたが情念を持った時点であなたを動物のように捉えて、一気に畜生道に引き込まれる。本質的にあなたはこの方のことを愛してるから、結構やばいね。畜生道のプリンスになっちゃうよ。あなたの本質的な強さ、人間としての底力、もうライオンを手なずけてる。そう、むちゃむちゃパワフルなんですよ、とても。無常の喜び、もう手放しで喜べる。ただ同時に無防備でもあるからね、この雑さんは少し子供じみてる、丸腰すぎるとかそういう意味もあるから、こんなに燃えてんだよ自分の中で。陰性のパワー。まあ死神様出てきちゃったね。前半のスプレッドがとても良かっただけにね、後半の3枚が結構どぎついのがどんどんドンってきた。そうだな、やっぱ一つの居心地の良さを今感じていたとしても、やっぱりおかしいって思ったらやっぱ、離脱すべきなんだろうね、やっぱりね。このままいったら本当終わるよって。だけど死神様は別にあなたを死に至らしめるために現れてるんじゃないんだよ。警告しに来てくれてんだよね。ダメだよって、目覚ませって。もうちょっと浮かれすぎっていうね、もうなんかそうだね。まあなんかこのクイーン・オブ・ソーズがさ、この方との関係性の中で学んだことっていうのを自分の中でしっかり負に落として、歩み出せるっていうなんか力を感じるからね、そうした方がいいよ。ずる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 いくと本当にあなたにとってねプラスがない。お相手さん面白いと思うよ、あなたの様を見てて。もうこの方に相当貢いでるんじゃないかな。
いろんなエネルギー取られてる。もちろん幸せもね。この方はきっとね、猫のように忘れっぽくね、今世を終えたらね、さっさと来世は低級霊行くかな、やっぱりな。自分のナルシシズムからさ、抜け出せるといいけどね。自分のカルマを解消してね。あなたもなんかそう思ってんじゃない？なんか私だったらできるなんて、この方を変えられるなんて思ってて、多分引っ張られてんじゃないかな。この方と感じられる幸せっていうのはやっぱりね、無防備で危険だよって死神様言ってる。私の愛は本物よなんていうその真実の証明、愛の真実の証明はこの方に対してやるべきじゃないんじゃないかな。そのことを死神様は身を挺して伝えに来てくれたんじゃないかな。